Anycubic Mega Zero 2.0 FDM 方式 3D プリンターメンテナンス記録ケース形状変更編2021年7月ビッグトゥリーテック SKR ミニ MZV1.0 と TFT35MZV3.0 のファームウェア更新に伴いケース形状を変更しようと思います。せっかくサムネイル画像が表示できるようにしたのですが、まさかのタッチスクリーン側の SD カードスロットでしか表示できない問題がありました。これを解決するためにケースを作り直すことにしました。幸い2分割で作っていたので、前側のパーツのみを変更することで対応します。ちょっと不格好ですが仕方ありません。左側にある SD カードスロットがフレームと干渉しないところまで上に持ち上げる方法としました。これにより手前の壁が不自然に厚くなってしまったので、ここに延長カードスロットのユニットを埋め込んでみました。残りのスペースにはネームプレートをお遊びで付け加えてみました。元のケースよりも傾斜をつけてスロットがより上側に来るようにしてみました。これ実は設計上の問題があって、基板を固定する上側のビスが壁に邪魔されて簡単に締め込めません。モデリングしている時は全然気づきませんでした。クーラでスライスを行います。上面をきれいに作りたかったので、このような向きに配置しています。オーバーハングが厳しいところはサポートが生成されています。特に延長カードスロット用のフレームがかなり激しいオーバーハングとなっていて、ロータリーエンコーダ用の穴からがっしりとしたツリー状のサポートが作られています。ネームプレートのところにもびっしりとサポートができています。背面通気口のサポート材は別になくても良いような気はします。で、印刷終了状態がこちら。こちらが使用した蓄光フィラメントのリールです。ちょっと温度高めな PLA となっています。印刷物を取り出していきます。実は途中サポート材が倒れてしまってもじゃもじゃができつつありましたが、
そのまま印刷を続けたら途中からリカバリーできたようで、本体の印刷品質には特に影響はありませんでした。早速、ケースを取り替えようとしましたが、なぜか基板が固定できません。スペーサの位置が明らかに違っているようです。元のモデルと並べて比べてみると、見た目に異なっていました。ディスプレイ用の穴にビス位置が随分近くなっています。モデリングをしくじった模様です。ということで、モデリングの修正作業です。何をミスったのかというと、2mm の壁圧を考慮せずに寸法を計算していました。該当のスケッチを開いて、寸法拘束条件をやり直します。この 6.5mm が間違いです。壁側から測ると 9mm ですが、壁圧 2mm を加えた 11mm とします。これで、左側に 2mm だけ穴位置が移動します。下側も同様に拘束条件を設定します。フュージョン360のすごいところは、この下書き線を修正すれば、モデルが勝手に修正されるところ。自分の知っている建築系 CAD とは根本的に異なっていて、便利さに正直驚きました。もう1箇所、延長カードスロット用の穴が若干低すぎてつっかえる状態だったので、ここも 0.25mm だけ高くしておきます。これもスケッチを編集して、寸法を指定し直すだけ。しかも、寸法の計算条件も内部的に覚えてくれています。1箇所直せば、拘束条件が働いて、自動的に適切な状態に変更されます。よくできていて感心してしまいます。修正したモデルをスライスしていきます。まず、修正前のプロジェクトを開きます。古いモデルは横にずらして新しいモデルを読み込みます。下にする面を指定して回転させます。水平回転して手前側に傾くようにします。これは冷却ファンの向きがこの図だと下から上方向に流れるので、オーバーハングが厳しいところにできるだけ風を当てる作戦です。古いモデルと比べて修正後のモデルがレイアウトされているかを最終確認しておきます。
確認が終わったら、古いモデルは削除します。配置状態を再確認して、問題なければスライスを実行します。パラメータは前回のものをそのまま利用しているので、サポート材の入り方は同じです。で、印刷完了。ケースを付け替えていきます。実はカードスロットの穴位置を確認していなかったのですが、大きさと位置が少しずれていました。ヤスリで削って穴を広げることで、かろうじて刺せるようになりました。これで実際の運用時にサムネイルが表示できるようになったので、とても満足です。続く。